なあマイコーくん、好きな男で人生壊れる女って結構いるよな。かなり多いっすね。毎回運命感じましたって始まって最後ボロボロになってるじゃん。しかも本人は優しい人じゃときめかないんすよ。うわぁ、それもう積んでね。実はインド占星術だと好きになる相手と人生が成立する相手別で出るんす。はぁ、そんな残酷なことある？普通にあります。じゃあ今日は誰となら幸せになれるか構造で見ていくわけか。そうっす。じゃあ視聴者の皆さんも自分で占って自分で解決してもらおうぜ。今は AI でかなり見れる時代っす。よし、じゃあ行くか。Kebis Momaraju Same, Kebis 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 Momaraju Same。その1、違和感。なあマイコーくん、世の中にはさ、好きになる相手と幸せになれる相手が違う人っていると思わない？ありますね先輩。好きな人と幸せになりたいです。今回の相談まさにそれっぽいんだよ。27歳、あずささん加盟。毎回ちょっと危ない感じの男性に惹かれてしまいます。最初は運命っぽいんです。でも途中から雑に扱われます。優しい人や真面目な人はなぜか恋愛対象に見えません。私は誰とならちゃんと幸せになれますか？かなり典型的っすね。やっぱ多いのか？多いっす。刺激に惹かれる構造と人生が成立する構造がずれてる人かなりいます。つまり本人が好きってなる相手が人生クラッシャーの可能性もあるってこと？普通にあります。その2、世間。でも世間だとさ、恋愛なんて好きなら OK みたいな空気あるじゃん。ありますね。本能に従えみたいな。でも現実は好きになった相手で人生崩壊してるやつ山ほどいるよな。かなり多いっす。逆になんでこんな地味な旦那って夫婦が実はめちゃくちゃ安定したりする。私のパパも地味ですよ。恋愛ってドキドキと人生が成立する相性が別なんすよ。それってインド占星術でもわかるの？もちろんわかります。その3、崩れる事実。先輩、インド占星術で分割図の話になります。ここかなり重要なんすけど、D1 で惹かれる相手と D9 で人生が成立する相手、真逆なこと普通にあります。そんなことある？あります。例えばあずささん、 D1 だとかなり刺激に惹かれる、危険、読めない、振り回される、そういう相手に運命感を感じやすい。いますよね、やんちゃが好きな人。なんか悪そうな男に行っちゃうタイプか。そうっす。でも D9 を見ると真逆なんすよ。真逆？本当に人生が成立するのは地に足ついた人、家業を継いでそうな実直タイプっす。そういうこともあるんですね。つっても本人多分そういう男にときめかないぞ。そこなんす。その4、構造。よっしゃ、今日はそこを分解しようぜ。何見る？今回は D1、D9、D30、そしてダシャっす。今回は D6 じゃないんだな。今回は誰に惹かれるかと誰と成立するかのズレを見る回なんで D9 がかなり重要っす。なるほど。 D1 は今の自我、つまり好きが出る場所。 D9 は人生として成熟した時どこに落ち着くか。 D30 は壊れ方の癖っす。壊れ方まで出るんですね。出ます。だから好きだから正しいとは限らない。その後、ジョーティッシュ見解その1。で、あずささんは
まず D1 を見るとかなりわかりやすいっす。この人は典型的な刺激型恋愛っす。ほう。追いかけたい、読めない相手が気になる、普通だと物足りない、恋愛に熱を求める。危ないですよ、それ。しかも恋愛イコール運命って感じやすい。恋すると全部持っていかれるタイプだな。そうっす。でも D9 見るとかなり違う。本当に相性良いのは安定型、地味でも毎日同じ時間に帰ってくる人、感情より生活を守る人。うわー、真逆じゃん。好きになる人と幸せになる人が違うんですね。その6、静かな恐怖。でも怖いのってさ、本人からしたら安定型の男って退屈に見えるんだよな。そこなんす。 D1 が刺激を求めてる間は安定型が物足りなく見える。で、危険人物に運命を感じる。はい。でも D30 を見るとその恋愛かなり消耗しやすい。ボロボロになるんですね。特に追いかける恋ほど自己価値を削りやすい。あるよな。愛されてるじゃなく試されてる状態になってくやつ。その7、ジョーティッシュ見解その2。じゃあ、あずささんどうすりゃいい？まず今のときめきを絶対視しないことっす。ほう。今の打者だとまだ刺激に引っ張られやすい。だから危険な恋が運命っぽく見える。時期も関係あるんですね。かなりあります。でも約2年後、運気が切り替わる。ビムショッタリー打者が変わって恋愛を現実化する流れに入るんす。その頃どうなる？安心できる人をちゃんと魅力として認識できるようになる。なるほどな。今までは刺激しか見えてなかったのか。そうっす。27歳でも運気はまだ部活の放課後みたいな恋愛しか許可してない。体は大人でも運気はまだ女子高生なんですね。だから今は自分は何に依存しやすいかを知る期間。それだけでもかなり変わります。その8、占い。ソニックさんです。実践占いパートです。今回はデヴィ夫人仮になります。仮というのは、デヴィ夫人は出生時間が公表されていないので、たまたま同じ日で場所も同じでお昼の12時に生まれた人物がいたらこう読めますというお話です。厳密にはデヴィ夫人ではないのでチャート解説としてご理解いただきたいです。では分割図鑑定団の活躍をお楽しみください。エルヴィス先輩、今回はこれお願いします。何これ？デヴィ夫人仮の分割図です。おお、なんかもう最初から波乱の匂いしかしねえな。今回はもし D1 ご利用しで結婚したらどれくらい苦しいかを査定してください。うわ、恋愛適正じゃなくて結婚後ダメージ査定かよ。お願いします。これ普通の査定じゃ無理だろ。これ専門家呼ぶわ。先輩、これかなり極端っすね。やっぱやべえ？はい、かなり刺激型恋愛に寄ってます。喜劇型恋愛ですね。デヴィ夫人仮、まず D1 っす。アセンダントはお牛座。見た目は安定型だな。そうっす。さらに太陽、水星がヤギ座なので本人もちゃんと選んでる感覚が強いです。冷静な判断をする人ですね。でも恋愛側が違うんす。金星が水亀座29度。出た、土俵際。はい、ハウスの端っこなんでかなり極端化します。どうなるんですか？
普通の恋愛で満足しにくいです。面白くなってきたぞ。特別、普通じゃない、理解されない関係、ここにロマンを感じやすい。運命系ですね。さらに火星29度魚座、木星も魚座。うわ、重ねてきた。恋愛に人生が変わる感じを求めやすいです。デヴィ夫人カリさんは普通の人じゃ物足りないんですね。ストス、国家規模、権力、非日常、ドラマ、そういう世界へ引っ張られやすい。まあ実際出生時間非公開の本物のデヴィ夫人もスカルの元大統領のとこ行ってるしな。デヴィ夫人仮は D1 だけで進むと刺激最優先になります。で、今回の査定結果はまだっす。問題は D9 です。本質側ですね。 D9 アセンダントもお牛座、本質ではかなり安定型です。あれ、さっきまでと違くね？刺激と安定じゃ全然違うぞ。 D9 はさらに水星乙女座。生活感あります。ソース、会話成立、整理、日常、安心、そういう生活運営を求める。完全に家庭運営型じゃん。さらに太陽はサソリ座。家庭ですよね。本来は安心できる場所で人生が成立しやすいです。つまりこうか、恋愛で興奮する相手と人生で安定する相手が別なんだな。その通りっす。なんか心配。だから D1 ゴリ押しで結婚すると刺激はあります。でも人生運営が地獄ってか。そうっす。毎日削られるタイプです。では査定ランクをお願いします。査定ランクいきます。デヴィ夫人仮の D1 ゴリ押し結婚苦痛査定は思いっきり S ランクです。ですよね。最上級危険物件じゃねえか。はい、刺激と人生成立条件がかなりずれてます。怖えー、スカルの夫人に収まらないと幸せ見えてこねデヴィ夫人仮だけの話じゃないっす。現代は SNS、恋愛コンテンツ、マッチングアプリ、全部が D1 刺激を増幅します。ドキドキが正解に見えちゃいますね。でも D9 では毎日帰れる、ちゃんと会話できる、安心して眠れる、そっちの方が人生成立する場合が多いです。え。なるほどな。好きと続くは別査定か。そうっす先輩。ジョーティッシュは誰を好きになるかだけじゃなく、誰と人生が成立するかを見るんです。人生が成立するかですね。みんなも自分の D1 と D9 見比べると面白いぞ。 D30 とダシャーも忘れるなよ。というわけで今回はデヴィ夫人仮の D1 ゴリ押し結婚苦痛査定は S ランク S ランク S ランク OK ディール。はい、こちらが僕戦の結果なのですが、デヴィ夫人仮がもし D1 でゴリ押し恋愛をしていた場合なんですが、意外な結果が出ましたね。おそらくデヴィ夫人は安売りはしません。なので彼女がもし信用というベクトルで観点をするならば、恋愛的にはこれですよね。相手をですねすごく吟味して終わります。はい、恋多き女ではないです。相手を安売りしないんです。いや、私は最高の価値というところで、とにかく査定ですよね。査定をするというところで相手を選びます。なんでまあなんだろうな、あんまりもしかしたら事故んない人なんじゃないですか、そういった意味では。というところで、簡単な説明で僕戦でございました。その9、確信。つまりこういうことか。恋愛って好きになった相手が人生に合う相手とは限らない。そうっす。 D1 では刺激に惹かれても D9 では安定が幸福だったりする。あずささんは間違ってたわけじゃない。ただ
今の自分だけで選んでたんだな。深い話ですね。そうっす。インド占星術では誰が好きかだけじゃなく、誰と人生が成立するかまで見るっす。今回は D1、D9、D30 と打者でしたね。皆さんも過去のなぜかダメだった時期や今の状況を今すぐチェックだ。そしてコメント欄の書き込み待ってるぜ。先輩、次回なんですが、何か知りたいことあります？じゃあ次回は休みたいのに休めない現代人へ自分に合った休み方が知りたいとかでどうだ？いいっすね。休み方にも向き不向きありますから、次回は D27 を使います。そういえばエルヴィス先輩、この後また飲み会ですよね。ベランメイ、こちとら玉の府中育ちよ。ビールが俺のガソリンじゃい。先輩、だから多摩地区は江戸っ子じゃないですって。じゃあ今回はここまで。また次回お会いしましょう。See you, ciao, バラ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 。タロットソニックドットコム、タロットソニックドットコム、タロットソニックドットコム、ホームページだよ。まあ、デヴィ夫人なんかもそうなんですけれども、まあ、デヴィ夫人仮ですよね。恋愛脳でもう頭湧いちゃってなかったら大抵はまともな判断をして平気なんじゃないかとも思うんですけど、まあ中にはね、なんかもうどうにも好きすぎちゃってわわわって時あるじゃないですか。そこは注意です。